ございます。建築起業家の斉藤俊一です。空間デザインを中心に奄美大島で古民家ホテルを運営したり、千葉への移住をおすすめする房総イズムで住宅を作ったり、設計者が集まる飲食店デザイン研究所の運営をしています。この放送では最前線の、建築現場、設計現場での学びを共有していきます。今の時代に必要な設計者としての考え方や実務に使えるネタをお話ししていきます。新しく年が明けて、放送も引き続き、定期的に行っていこうかなと思っていますのでよろしくお願いします。今日はどの位置にブロックを立てれば完成するのかっていう、防水区画図というもののお話をしたいと思うんですけれども、そもそも防水区画図ってこれ飲食店ならではの図面なんですよね。でも結構施工的には重要な図面なんで、書く意味と書き方を共有しておいた方がいいかなと思ってお話しします。で、結論はね、タイトル通りなんですけれども、どの位置にブロックを立てたらいいのかっていう答えが、防水区画図なんですよ。で、以前の放送で防水小サイズのお話をしたと思うんですけれども、その防水小サイズとね一緒に見て成立する図面なんですよ。片っぽだけじゃダメなんですよ。防水小サイズだけでもダメだし、防水区画図だけでもダメってことなんですよね。で、なのでまだ聞いてない方はですね、以前の放送に戻っていただいて、防水小サイズは知らないと命取りだよというお話をしたと思うので聞いてみてください。で、早速なんですけど、防水区画図のですね書き方なんですが、コンクリートブロックと防水層だけを平面図に、書いていく、平面的に書いていくって感じなんですよ。どういうことかっていうと、防水している低い位置、高さ、スラブから300ぐらいですかねのところを平面的にバサッと切った時の図面っていうのが、防水区画図なんですね。で、さらにはそこに敷き詰める設備とかももちろん出てきたり、土間コンクリートとか、軽く断熱材、スチレンフォームとか入れたりするんですけど、スタイロフォームとか入れたりするんですけれども、そういうのは書かない。あくまでコンクリートブロックと防水層だけ書く。要は本当にコンクリートブロックと防水層ってどうやって置いてったらいいのかっていう指示書ですよね。で、これ結構最初の頃の、壁の隅出しの時に結構重要になってくるんで、本当に、ちゃんと、寸法を測って、図面を描いた方がいいかなと思っております。で、まず、防水小サイズでどのように作るのかを断面的に検討するわけですよ。で、そこから書き始めるのが防水区画図。平面図も一緒に見てますよ、もちろん。で、平面図では厨房機器や作業スペースである通路幅を決めていますよね。ここに厨房機器を置いて、ここの通路幅で作業しやすいよね。その上で例えばカウンターが向こうにあればカウンターの幅奥行きとか椅子を置いて、通路があるよねみたいな、こういった設計をしてるわけですよね。で、その寸法を確保しながら防水の壁の位置を決めていくんですよね。で、具体的にね、さらに寸法を言うと、例えば躯体壁に沿ってコンクリートブロック 100mm と防水層 20mm にして、積み立てていきます。防水していきます。で、要するに 120mm の壁の上に LGS や、ケーカル板というものを置いてですね、乗っけて、その壁面より出っ張らない、要はコンクリートブロックと防水層よりも、ケーカル板が出っ張らないようにしてですね、防水小サイズというものを設定していくってことなんですよね。で、そうなるとですね、躯体の壁から 120mm をまず取らないといけないよってことが分かりますよね。で、その上で厨房の奥行きを 60mm にして、例えば通路幅を700としましょうと。で、さらにその向こう側にカウンター側に厨房機器も600奥行きを置いて、
防水壁がさらに防水層として20ミリ規定コンクリートブロックを100ミリとして設定しようと、これを書くわけですよね。でそれをそのまま書くとコンクリートブロックは躯体壁に沿って100ミリのコンクリートブロックを書いていて、防水層を20ミリ書いて1900ですね、1900ミリ離して防水層を書いてコンクリートブロックを書くみたいな、ちょっと分かりづらいですよね。これね、音声だけ本当分かんないと思うのでオープンチャットの方で、実際に書いた防水価格図を共有しておきますね。でさらにお話進めると、コンクリートブロックの幅は400ミリなので、その線をブロックの、レイアウトですよねを書いていくわけですよ。で厨房から客席から厨房への出入り口っていうのはコンクリートブロックをぐっと下げとかなきゃいけないんですよ。だってまたぐので、一緒に立ち上げちゃったらまたげないので、その位置を決めてコンクリートブロックの大きさが半分以下にならないようにしながら、小さくならないようにしながらどんどん割っていってくださいってことです。であとは、躯体壁に沿った防水小サイズと客席カウンター側の防水小サイズがねちょっと違うので、防水区画図の、あとまたぐところの防水区画図、防水小サイズって違いますよね。またぐんでブロックも立ち上げないんで、ちょっとしか立ち上げないんで、防水区画図にどの防水小サイズ見ればいいのかっていうのを書いておくと親切ですよね。で最後に寸法を全部書いて完成ってことです。わかりましたかね。今日はですね、どの位置にブロックを立てれば完成するのかという防水区画図のお話をしましたが、いかがでしたでしょうか。わかりやすかったですかね。結論はですね、どの位置にどうやってブロックを立てたらいいのかという伝える図面でした。皆さんも一度書いてみてください。最後にちょっとだけお知らせさせてください。飲食店デザイン研究所が監修した建築知識2月号小さな飲食店の作り方という雑誌が発売されています。去年の2月です。お知らせ自体忘れていました。インテリアデザイナーを目指すのであれば、他の本と違ってね、めちゃくちゃ実践的な内容にしてますので、ぜひ見てみてください。実務で学べるインテリアデザインの学校隠れ家では、非公開の LINE グループに入っていただき、設計者や施工者のやり取りを見て学んで、仕事の方につなげちゃおうねという感じでやっています。そのまま外注依頼みたいな形で依頼することもありますので、設計者として自ら仕事を取っていきたい方は挑戦する価値があると思います。まずは無料公開されている LINE のオープンチャットの方の URL を貼っておきますので、興味がある方は覗いてみてください。それでは今日しかない大切な時間を全力で楽しみましょう。建築起業家の斉藤俊一でした。ではまた。